日もの48分の1完全スケールシリーズ。アメリカ海軍急降下爆撃機ダグラス SBD-4 ドーントレスの仮組みを行うのだ。今回も日もなのですね。前回は日もオリジナルシリーズからはやぶさ1型を紹介したのだ。はいはい。今回は日もオリジナル以外の紹介で SBD-4 ドーントレスの紹介をしたいのだ。なるほど。オリジナルではないとなると丸3の金型を使ったキットでしょうか。そうなんだ。丸3が発売したのは1964年。その時は50分の1としていたようなのだ。どういうことでしょうか。メートル砲を採用する国では50分の1や100分の1などの縮尺サイズを採用していたらしいのだ。タミヤや富士見も50分の1のキットを販売してたのだ。このキットの縮尺は50分の1なのですね。このキットはモノグラムの48分の1をデッドコピーしたらしいから48分の1で合ってると思うのだ。デッドコピーしたけど50分の1の方が国内市場的に売りやすかったので表記のみ縮尺サイズを変更して発売したというわけね。多分そうなのだ。1970年頃日もに金型が移ってからは48分の1で販売してるのだ。そうなのですね。SBD ドーントレスは48分の1で他メーカーからも発売されてるのでしょうか。本家モノグラムは1959年に発売。1994年に長谷川、1997年にアキュレイトが発売し、アキュレイトの OEM 製造委託先としてアカデミーからとイタレリからも OEM 発売されたようなのだ。日本人にとっては複雑な気持ちもありますが、ミッドウェー海戦の大功績機なのでたくさんのメーカーから出ているのですね。そうなのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。はいはい。パッケージイラストは米空母 SX 上空を飛ぶ SBD-4 なのだ。トラック諸島等への作戦展開時をイメージしてるのでしょうか。では中身を開けていくのだ。濃いブルーのランナーが5枚。胴体がランナーなしで2枚。クリアパーツ。デカール。デカールは1種類。組み立て説明書。塗装図なのだ。マーキングは米海軍空母 SX 艦載機第9偵察中隊所属機のマーキングなのだ。このキットはプロペラが動かせるように作ることもできるのですね。その他にもダイブフラッグ稼働、着艦フック稼働、主脚折りたたみ、爆弾投下ギミックなどがついているのだ。なるほど。ディスプレイよりもおもちゃ的な扱いが強かったのですかね。部品点数は55点で48分の1キットでは少なめなんだけど、素性はモノグラムなのでプロポーションなどを期待しつつ始めるのだ。次は操縦席なのだ。はいはい。まず操縦席は選択式なのだ。プロペラをモーターライズ化する場合としない場合でパーツが違ってくるのだ。なるほど。モーターや電池のスペースが必要なので今回はプロペラは動かさないのでこちらの部品で作るのだ。あ、3パーツですね。ここでフィギュアも組み込むのですね。エンジンはどうでしょうか。ここもモーターのスペースを考慮しているのか、カウリング先端にエンジンがモールドされているのだ。操縦席、エンジンともに現在のキットと比べると物足りなさがありますね。このカウリング先端を接着する際にプロペラ軸の取り付けを行い軸受けにプロペラを接着する感じなのだ。なるほど。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。主翼は3パーツ構成で上下貼り合わせ、ダイブフラッグと主脚が稼働するので貼り合わせする際に挟み込むのだ。はいはい。主翼のパネルラインは前面とつりベッド表現に
やや薄いラインの凸モールドなのだ。ところどころ金型の傷みが出てますね。とつりベッドなので修正が難しそうですね。この傷は本家モノグラムにもあったのか、丸3日も番の実なのかわからないのだ。なるほど。胴体はどうでしょうか？胴体は左右貼り合わせで、操縦席の他に爆弾投下ギミックや着艦フックを挟み込む感じなのだ。当然操縦席などは接着前に塗装をした方がいいのだ。胴体もとつりベッドなのですね。合わせ目処理の際は気をつけないといけませんね。大きなズレはないんだけど、接着面がピタッとはまらないので、接着面を整えてから接着した方がいいかもなのだ。尾翼は左右1枚ずつですね。差し込み口が長いのだ。なるほど。次はクリアパーツや吊るし物なのだ。はいはい。クリアパーツの透明度は問題なし。2パーツ構成で後部座席のみ開閉選択が可能なのだ。選択というか外すだけのような。足回りは左右主脚がそれぞれ3パーツ構成なのだ。主脚にタイヤを取り付けて、その後カバーも接着なのだ。なるほど。ビリンはどうでしょうか？ビリンは一体成形となっているのだが、接合部分が太いので折る心配は少ないかも。なるほど。吊るし物はどうでしょうか？吊るし物は胴体下に爆弾が1個、左右主翼下に小型爆弾がそれぞれ1個ずつつくのだ。先ほどの爆弾投下ギミックに取り付けるのですね。最後に総評なのだ。日本初のプラモメーカーマルサンが1964年に販売開始し、その後日モが引き継いで販売したキット。日モが販売したのは1970年頃でしたね。プラスチックキットの設計ノウハウがなかった黎明期、レベルやモノグラムをベースにベッドコピーするしかなかった時代のキット。プラモデルやプラカラーという名称はマルサンの登録商標だったと言われてますね。素性を見ればモノグラムの美しいキットなので、とつりベッドや凸モールドもそのまま組んで塗装した方が味が出るかもなのだ。可動ギミック含め当時のまま完成させるのが一番なのかもしれませんね。このキットも比較的中古流通の多いキットなので、興味がある人は探してみてもいいかもなのだ。そうですね。ではでは、次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。